一人の青年が京都の書店丸善に爆弾を仕掛けました。爆発すれば全てが木っ端みじんに吹き飛ぶ。何食わぬ顔で店を後にすると、爆発の瞬間を想像しながら微笑む青年。しかし彼が置いてきたのは本物の爆弾ではありません。たった一つの小さなレモンだったのです。なぜ彼はそんな奇妙ないたずらをしたのでしょうか。これは心を病んだ一人の青年がたった一つのレモンで息苦しい現実に小さな反逆を試みる物語です。得体の知れない不吉な塊が彼の心を終始押さえつけていました。焦燥と言おうか嫌悪と言おうか、二日酔いのような感覚。以前彼を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も今は辛抱ならない。蓄音機を聞きに出かけていっても、最初の 2,3 小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが彼をいたたまらずさせるのです。それは結果した敗戦カタルや神経衰弱がいけないのではない。背を焼くような借金がいけないのでもない。いけないのはその不吉な塊なのです。なぜだかその頃、彼はみすぼらしく美しいものに強く惹かれていました。よそよそしい表通りよりも、壊れかかった町のどこか親しみのある裏通り、そこに時とするとびっくりさせるように咲くひまわりやカンナ。時々彼はそんな道を歩きながら、ふと自分が京都から何百里も離れた仙台や長崎に来ているのだという錯覚を起こしては、それに想像の絵の具を塗りつけて現実を見失うことを楽しんでいました。金がない彼自身を慰めるためには贅沢ということも必要でした。花火やビードロ、南京玉、2銭や3銭のものといって贅沢なもの、美しいものといって無気力な彼の触覚にこびてくるもの、そういったものが自然と彼を慰めるのでした。生活がまだ蝕まれていなかった以前、彼は丸善という書店が好きでした。キセルや小刀、石鹸にタバコ、そんなものを見るのに小1時間を費やし、そして一等いい鉛筆を1本買うくらいの贅沢をする。しかしここはもうその頃の彼にとっては重苦しい場所に過ぎませんでした。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように見えるのでした。ある朝、友達の下宿を転々として暮らしていた彼は、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に一人取り残されました。その時、何かが彼を追い立てる。ここからさまよい出なければならない。彼は家を飛び出します。裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋に並ぶ干しエビや棒だらを眺めたり、町から町へ移動し、そしてとうとう二条の方へ寺町を下り、そこの果物屋でようやく足を止めました。その果物屋は彼の知る範囲で最も好きな店でした。決して立派な店ではないが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられる。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあり、青物も奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。夜になるといくつもの電灯の光が周のように浴びせかけられ、美しい眺めが照らし出される。そんな店で彼はいつになく買い物をしました。というのもその日、その店には珍しいレモンが出ていたのです。レモンなどごくありふれている。しかしその店ではあまり見かけたことがない。
一体彼はあのレモンが好きでした。レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色、丈の詰まった紡錘形の格好。結局彼はそれを一つだけ買うことにしました。すると彼の心を終始押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間少しずつ緩んでいく。あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされる。久しく味わえなかった幸福。それにしても心というやつはなんという不可思議なやつなのだろう。そしてそのレモンの冷たさは例えようもなく良いものでした。配線を悪くし熱を帯びた彼の手のひらから身内に染み通っていくような冷たさ。彼は何度もその果実を鼻に持っていっては深く空気を吸い込むたびに産地のカリフォルニアが想像に上ってくるのを実感しました。胸いっぱいに呼吸したことのなかった彼の体や顔に温かい血のほとぼりが上り、なんだか身内に元気が目覚めてくる。霊覚や触覚、嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど彼にはしっくりくる。彼にはそれが不思議に思えました。彼は軽やかな興奮に弾んで一種誇りかな気持ちさえ感じながら歩きました。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがって色の反映を測ったり。つまりはこの重さなんだな。思い上がった快逆心からその重さこそが全ての良いもの、全ての美しいものを重量に換算した重さである。なんて馬鹿げたことを考えてみたり。とにもかくにも彼は幸福だったのです。どこをどう歩いたのだろうか。彼が最後に立ったのはあの丸善の前でした。平常あんなに避けていた丸善がその時の彼にはやすやすと入れるように思える。今日は一つ入ってみてやろう。そして彼はずかずかと入っていきました。しかしどうしたことでしょうか。店に入ると彼の心を満たしていた幸福な感情はだんだんと逃げていきました。憂鬱が立て込めてくる。彼は歩き回った疲労が出てきたのだと思いました。彼は絵本の棚の前へ行き、一冊ずつ抜き出しては開けてみます。読む気力が湧いてこない。また次の一冊を引き出してきますが、それも同じこと。しかし一度バラバラとやってみなくては気が済まず、それを元の位置へ戻すことさえできない。彼は幾度もそれを繰り返し、しまいには日頃から大好きだった重いオレンジ色の本までなお一層の耐え難さのために置いてしまいました。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。彼は憂鬱になってしまい、自分が抜いたまま積み重ねた本の群を眺めていました。以前まではあんなに彼を引きつけていた絵本が一体どうしたことか。以前は絵本の世界に浸った後に現実がひどく味気なく見えるようなあの不思議な感覚。彼はそれを好んで味わっていたものでした。その時、あ、そうだそうだ。彼はたもとの中のレモンを思い出しました。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。彼にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきました。彼は絵本を手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げます。新しく引き抜いては付け加えたり取り去ったり、その度に奇怪な幻想的な城が赤くなったり青くなったりしました。
ようやく城は出来上がりました。そして軽く踊り上がる心を制し、彼はその城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けました。それは上出来でした。見渡すとレモンの色彩がガチャガチャした色の階調をひっそりと吸収し、カーンと冴え返っている。埃っぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がしました。そしてしばらくそれを眺めていた彼に、不意に自分自身をもぎょっとさせるような第二のアイディアが起こります。それをそのままにしておいて、私は何食わぬ顔をして外へ出る。店員には何も告げず、積み上げた本もそのままに丸善を後にする。彼は変にくすぐったい気持ちがしました。出て行こうかな。そうだ、出て行こう。そして彼はスタスタと店を出て行きました。丸善の棚には黄金色に輝く恐ろしい爆弾が仕掛けられている。あと10分もすればあの爆弾が大爆発する。そうしたらあの気詰まりな丸善も木っ端みじんだろう。自らを奇怪な悪漢に見立て、彼はその爆発を何度も何度も想像しました。病気も借金も何一つ消えてはいない。それでもそれに押しつぶされるだけだった彼は、たった一つのレモンでほんの一瞬現実を支配する側へ回ったのです。そして彼は一人微笑みながら活動写真の看板絵が期待な趣で街を彩る京極を下っていったのでした。